7月3日にリゾートで有名なニャチャンっていうところからホーチミンシティから2時間ぐらいのブンタウっていう南部に引っ越しました。ビザの更新の関係で引っ越ししなあかんかったんやけど、ニャチャンからブンタウはだいたいスリーピングバスで6時間ぐらい1000円ぐらいで行けるところを、この時はロックダウンやったからニャチャンからブンタウまでタクシーでだいたい10時間以上2万円ぐらいかかりました。途中で3カ所の検問があって通らへんかったらどうしようっていうめっちゃ不安でいっぱいで、なかなかストレスいっぱいの旅でした。それでも7月3日の夜11時ぐらいにアパートに着いて入った途端、アパートのオーナーから今日から2週間自主隔離って言われて、全然外に行ったらあかんって言われて、準備期間ないやんってめっちゃびっくりしました。それでもその時はまだ街全体がロックダウンじゃなかったから、デリバリーフードとかオーダーしたらすぐに届けてもらって、まあまあ普通に暮らせてました。でも17日に自主隔離が終わるところやってんけど、それを前もっての7月12日に街全体がロックダウンということになって、その時からいきなりデリバリーフードもオーダーしてもキャンセルされるし、何も買えない状態になってめっちゃ不安でした。それでも 2,3 日したらだんだんデリバリーフードも時々手に入るようになって、なんとか飢えずに暮らしてるんやけど、もともと8月2日までのロックダウンが1回延期になって8月16日まで、そして8月16日になったらまた延期になって25日までっていうことで、昨日まで25日、もうすぐやと思って楽しみにしてました。ベトナム政府は本気でコロナ撲滅っていうのを考えてて、そんなに他の国に比べて事例とか死者数とか多くないのに、この厳しいロックダウンをしてくれてます。それは分かってんねんけど、なかなかこのロックダウンが続く生活がきつくて、日本に帰ろうかってことで8月18日にいろいろ考えて、住むところとかも考えてたんやけど、結局イギリス人が今日本に入られへんっていうことで、これは断念しました。メキシコは前から友達がたくさん行ってね、って言ってたんで、そこは前から興味あってんけれども、8月19日にどこに行こうかなってことでいろいろ調べてて、プエブラがいいかなと思ったら、そこに住んでるメキシコ人と話してみたら、街全体が危ないよっていう結構正直な意見言ってくれて、わあそうなんかと思って、ケアタロはどうかなと、日本人とかもいっぱい住んでるしと思って調べてて、まあそこがいいかな、ちょっと放射能汚染の水があるっていうのを他のアメリカ人の YouTuber が言ってたから怖かったんけど、まあそこにしよっかって、その8月19日の時点では考えてました。でもこの日の夜、イギリス人のパートナーがそのお父さんと一緒にスカイプで電話して、また行き先が変わることになります。2人ともデジタルノマドやから好きなとこに自由にいろいろ行けるんやけど、まあこうもね、一日一日行き先が候補が変わるっていうのはなかなかね、ストレスでもありましたね。そんなこんなでね、よう喧嘩もするんやけどね、英語で喧嘩しなあかんからね、まあ大阪弁で喧嘩するときに比べてちょっと不利なんやけどね。で8月19日にイギリス人のパートナーのお父さんが、イギリスに戻ってこいよっていうことなんで、安全でええかな、お父さんもいるしってことで、とりあえずイギリス行くことに決めました。結局行かれへんから断念したんやけど、もし日本に帰れてたとしても、関空から自宅までハイヤー雇ったら3、4万ぐらい、家族が迎えに来てくれへんかったらそういうの雇わなあかんし、で自宅で14日間これせえへんのやったらホテルとか Airbnb とかに泊まらなあかんなと思ってたら何十万、しかも問い合わせてみたらワクチン受けてないとあかんって断られたとこもありました。それに比べてイギリスやったらワクチン受けてたら3日間の隔離、そうじゃなくても家族のところとかで10日間の隔離、その間2回 PCR 検査受けたらいいってことになってます。どうしても食料品買わなあかん時とか病院に行かなあかん時は行ってもいいし、結構ボランティアの人がいっぱいいて、その人たちが助けてくれる、家に届けてくれるっていうシステムも整ってるみたいでちょっとびっくりしました。そんな感じでイギリス行きいつにしようかな、空港までのタクシーどうしようかなって考えてたら、ちょうどそのタイミングでポーランド人の友人が緊急事態や今すぐメッセージ見てくれって言います。彼が言うには、彼が警察の偉いさんから聞いたところによると、もう今ブンタウからホーチミンの空港には全然タクシーに乗っても何しても行かれへんっていうことや。そしてこのロックダウンは今でもまあまあ厳しいねんけど、さらに厳しくなるって言います。そんなメッセージ読んでもこれ以上厳しくはならへんやろって思って、念のため Facebook のここのブンタウに住んでいるエクスパーツグループ
ここに住んでる人たちが情報交換するグループにブンタウからサイゴン、ホーチミンのエアポートまでタクシーに乗って行かれへんのって聞いてみました。そしたらアメリカ人とかオーストラリア人とかロシア人とかベトナム人からいっぱい返事が来て、行けるよ、プライベートメッセージ見てっていう人とか、このタクシー会社やったら使えるよっていう人とかいろいろいたんやけど、最後にメッセージくれた人が、もうすぐめちゃくちゃこれ以上ない厳しいロックダウンが始まるからなって言います。そんなことありえる？それが8月21日の土曜日のもう10時ぐらいやってんけれども、そこでいろいろインターネットで調べてみたら、8月23日に1週間ぐらいもうデリバリーサービスも全く使えない、完全に家の中、部屋の中だけしかいられない、一番大概前のねロックダウンも一番って言われてたんやけど、それ以上のロックダウンが始まるって書いてありました。それで前のロックダウン言った時もいきなりデリバリーフードとかキャンセルになったし、スーパーで何時間並ばなあかんとか、もうスーパーのものもなくなったってことで、あともう8月22日1日しかないやん、絶対デリバリーフードもないわ、そしてスーパーのものもないわってちょっとパニックになりましたね。隔離50日目で全然美容室なんかもちろん行けません。ここのブンタウに来る前の4ヶ月ぐらい前にベトナムのローカルの美容室で、このエビちゃんの色にしてくださいってこの写真を見せてね、無理やり私の髪の色を明るく染めてもらったんやけど、今はもう黒のとことか茶色のとことかまばらになってすごい汚いです。そもそもこんなエビちゃんの写真持っていくとこでね、私の頭ちょっとイかれてる感じなんやけどね。ほんで大概精神的にね辛いなというこの時期に2、3日前かな、大嵐が来て、ベトナムって網戸がないから虫とかが一気に部屋の中に入ってきて、24階やねんけどね、この前ビデオ作ったやけど虫っていう、ちょっとでもこれの体液に触れたらやけどみたいなえぐい傷ができるっていう虫が各部屋に1、2匹ずついて、なかなか精神的に恐怖です。日本にいた時は潔癖症で自称 HSP とか言ってたけど、もうベトナムに3年ぐらい住んでこんな感じになってきたら、めちゃめちゃ精神的にねたくましくなってきました。これはええとこですね。これは今日の時点のベトナム全国の事例などですね。事例は33万2627人、そして亡くなった方が7540人ぐらいいます。でベトナム政府はもう日頃ね露店とかで働いてたおばちゃんとか、宝くじ売ってたおばちゃんとか、他のいろいろなね生活に困ってる人にお弁当を無償で与えたりとか、このベトナムの地方政府もお金などでね保証してあげて、貧しい困ってる方々のこともねフォローしてあげてる様子ですね。そこは素晴らしいですね。この一番厳しいロックダウンっていうのを頑張って耐え抜きたいと思います。ベトナムに来て全然コロナの前やってんけど、8日間水だけの断食っていうのをやってて、その時ね6キロぐらい痩せたことがあるので、最悪食料がなくても私の場合ダイエットになるかもしれませんね。生き抜きます。